通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。いやー皆さん、今日ですね、実はね、他の動画用意していたんですが、つい先ほどですね、おとといお伝えいたしました、エヴァンゲリオンの件、続報が入ってまいりましたので、現在ね、これ急遽収録しております。もしかしたらね、もう時間がなくって、取って出しのような形になってしまいますが、テロップもね、入れられるかわかりませんが、その時はすいません。いやー、あれからもですね、この騒動、追ってる方はね、もうお分かりなんじゃないかなと思いますが、日本対海外でもうバチバチやり合ってるというような状況ですね。もうね、これは完全に価値観の違いでして、まず相入れることはないでしょうね。もうバチバチやり合ってるというような状況になっています。で、そんな中ですね、今回ね、入ってきたのは、あれをね、拡散していたとして、著作権侵害の申し立てで送られてきたメールの中にいた、リストの中の一人が、なんとですね、X を永久凍結されたと、そんな話が出てきました。で、ちょっとね、これ駆け足で見ていきますが、詳しくはですね、おととい出しました、こちらの動画ご覧になってください。これですね、意外にもね、全くこの事情を知らなかったという方非常に多くって、現在もですね、実はよくわかってないという方 X で見かけるので、そんな方にはこれ見せてあげてください。こちらになりますが、エヴァンゲリオンのね、放送30周年記念興行。これがですね、先月の30周年アニバーサリーのフェスが開催されまして、その中で限定公開された短編でした。なんですが、これがですね、中でね、盗撮されてしまい、ネットに拡散されてしまったんですね。そしてこれを取り下げてもらうために、このスタジオカラーが著作権侵害の申し立てを行うんですが、その時に、この短編のね、高画質の動画を誤った相手にシェアしてしまいました。これにより、この中の誰かがですね、この高画質版をネットにリークしてしまい、どうやらですね、これもうね、何言語にも翻訳されたそうです。エヴァはね、各国にファンがいるんで、それが翻訳され、高画質版が拡散されてしまったと。そしてもうね、どうしようもなくなってしまったこのスタジオカラー。この短編はイベント限定のものだとしていたんですが、YouTube での公開に踏み切りました。それがね、ここまでのお話でしたね。そしてこの件につきましてはですね、各メディア報じておりまして、こちらね、スクリーンランドでしょ。で、エクセルトなんかもね、このように報じていると。そしてね、当然こちらレディットになりますが、スレも立ちましてね、いろんな議論がされているというような状況です。ただ基本的にですね、もうこの海外勢というのは、やっぱりね、日本人とは考え方違うんですね。なんでこれを最初から公開してお金を稼げる状態にしなかったんだ。こうなることは予想ができただろうと。こういった意見が大半を占めているというような状態ですね。で、これについてはね、前回の動画でプクタお話ししましたが、やっぱりね、スタジオカラー的には、盗撮をされそれが拡散されるなんていうことは想定してなかったんでしょうね。根本的にね、ここの考え方が違うのかなというような感じです。だからね、以前も少しこちらお話ししましたが、チビレビューっていうね、YouTuber がいますが、この人もね、申し立てを受けた中の一人なんですよ。で、この件についてね、収録時点から見て昨日ですか、こちらですね、見ていただくとわかりますが、サムネ、すごいでしょ。俺がこのアニメを救ったんだ。これはロストメディアだった。つまり、一般公開される予定のないメディアだった。そしてそれを対応させたんだと、このように言ってるんですね。いやー、だからちょっとね、こうやってね、見ていただくとわかりますが、この人はですね、主にね、日本というのをコンテンツにして、そこで生計を立ててる YouTuber なんですが、ここまで日本人と感覚が違うのかと、でちょっとね、唖然としてしまいますが、挙句にはね、このカラーのやってることは時代遅れだと言っておりまして、言いたいことはわかりますよ。わかるんだけど、この人、申し立て受けてる人ですからね。お前が言うかって話ですが、この方なんか X ではね、アンチ検閲系の日本のね、元議員さんいるでしょ。あの人と仲良しなようで、ね、大丈夫なんですかね。心配になってしまいますが、このぐらい日本と海外でこれに対しての捉え方が違うということですね。そんな中ですよ。ね。オートマトンからね、こんなポストが出てきました。エヴァンゲリオンのイベント盗撮映像などを拡散した X ユーザーが永久バンに、悪名高かったゲーム系インフルエンサーということで、今回ですね、リストの中にいた一人、X を永久バンになったようです。で、実際見てみるとね、いませんでした。凍結されていますと。ただどうなんでしょう。これって永久なんですか？凍結からね、復帰する人たくさんいるんじゃないかなと思いますが、現状ですね、こちらは凍結されていますと。このようになっているようですね。で、それがね、こちら記事になっているんですが、これ以前お伝えしたところですね、4K の動画がね、送られてきたって言って笑ってた人。この人ですね。で、その後ですね、こちらですね。その後、ロックソリッドの X アカウントは、X の規約違反に基づいて停止。同アカウントの運営者がディスコードで報告するところによると、停止の理由は著作権侵害であり、アカウントは永久停止となったそうだ。ちょっとね、このディスコード探せませんでした。一応ね、このオートマトンによると、ディスコードで自分が永久停止になったと報告していると。カラーが複数件の著作権侵害を一気に申し立てたことで、即座に永久停止処分に至ったという。先述した通り、同アカウントは、現地盗撮映像の拡散も行っていたとみられ、一連の拡散行為に著作権侵害が申し立てられ、X 社がアカウント停止対応を行ったわけだろう。
で、そんな彼なんですが、もうこれすごいですね。すでに2つ目のアカウントを作っておりまして、このように言っています。スタジオからは、私が DMCA の侵害申請でやらかした件について話したことに腹を立て、壊れている DMCA のシステムを利用して、問題の素材に言及していない投稿にまで、虚偽の DMCA 申し立てを大量に送りつけて、私のアカウントを自動的に凍結させようとしました。正直言ってかなり悪質なシステムの悪用です。ということで、あくまでもね、これは彼の一方的な主張になりますが、このカラーがね、エヴァとは関係ない投稿にまで、著作権侵害の申し立てを大量に送りつけてきたため、アカウントが凍結されたと、このように言っているようですね。あくまでも彼の主張ね。で、この方ね、全然関係ない方なんですが、この件をね、報告しておりまして、こんなことを言っています。皆さんへ警告。最近公開されたアスカのスペシャルムービーの画像や動画は、絶対に投稿しないでください。著作権ストライクを受ける可能性があり、アカウントが永久版される危険性がありますと。ということで、ここのリプランを見ますとね、実はそれ違うよと、別の理由なんだよと言ってる方もいますし、あとこの方ですね、それは悲しいけど本当です。たった6いいねしかついていない1枚のスクリーンショットで、私はストライクを食らいました。本当にクソみたいな連中ですと。で、この人ね、これアカウント同じなので、これね、凍結じゃなくてロックなんですね。で、今は回復しているそうです。で、前回ね、その著作権侵害で、カラーからね、送られてきたメールの中に、誰に対して申し立てをしたのかというリストがあるんですが、どのアカウントかというのはもうすでに判明してるんですね。で、ちょっとね、プクタ見ましたが、この辺ね、全部そうなんですが、ここですね、ほら、一人ね、アカウントが存在しませんとなりまして、この人だけね、アカウントを消したんでしょうか？もうちょっとね、よくわかりませんが、現在こうなっていますが、他の方ね、日本人一人いますけど、誰もね、凍結されてないんですね。つまり、あのリストって確かね、9人ぐらいいたんですが、このね、一人だけアカウントが存在しない、消えた状態になっておりまして、そして一人凍結でしょ。それ以外は全員無傷なんです。なので、この人がね、何をやって凍結されたのかというのは、実際ね、よくわかっていません。一応彼の主張では、カラーからね、全然関係ない投稿にまで、大量にストライクが送られてきて、凍結されたということのようです。どうします？カラーって、このほら、DMCA のシステム、よくわからないというのは間違いないですよね。これカラー自身が認めているんで。なので、ちょっとよくわからないまま、これかなって言って、申告しまくってた結果、この人がね、凍結されたっていう話だったら、めちゃくちゃ面白いんですけどね。でもね、普通に考えて、カラーがね、そんな虚偽の申告なんかするわけないんで、なのでもうこれね、すでに言われておりますが、実はね、全く違う理由の可能性もなくはないですよね。ちょっとね、その辺は現状ではわかりません。じゃあ最後にね、こちらオートマトのリープ見ていきたいと思います。日本人の反応ですね。この方ね、ザマーミを徹底的にやってくれと。その下ね、こいつサブアカ作ったか。この手の奴らは、わざわざ公式が動いて消されても、反省するどころか逆ギレして投稿し続けるから、サブアカも積極的に通報していくしかない。マジかよ。えらい大物潰せたな。ね、かなりのインフルエンサーでしたからね。海外の人が会場限定アニメを売ってくれと画像で返したのを見てびっくりしたよ。共有文化もあそこまで来るとアホだと思うよ。永久版は当然だし、今後何らかの賠償金も請求してほしいけどな。アカウント潰したくらいならまだやるでしょう、こういう奴らは。見せしめにでかい賠償が認められたら今後の抑制になりそう。昨日アカウント見に行ったら、俺はエヴァンゲリオンの歴史に名を刻んだぜとかほざいてたからいい気味だ。ついでに損害賠償も請求されてほしいね。ね、これ先ほどの YouTuber も言ってますからね。歴史の一部になれたと。損害賠償請求と刑事告訴もはよ。二度と同様な事件が起きないように。公式イベントの映像を無断で拡散するのはやっぱり問題になりますよね。人気作品ほど影響も大きいので、運営側も厳しく対応するのは仕方がない気がします。当然ではあるが、素晴らしい対応に拍手。X はまだ動いてくれたけど、TikTok、Instagram は詐欺広告や異議申し立てもスルーされることが多いから、そちらもどうにかしてほしいところ。ということでね、こちらね、日本の皆さんになりますから、これはよくやった。もう損害賠償まで求めるべきだと。そのような意見でね、もう満場一致というような状況になっています。はい、ということで本日はですね、先日お伝えしました、エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行流出騒動。これを拡散していた X のとある有名インフルエンサーが永久版になったと言われているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？一応ね、X では少し進展があったようですね。で、先ほどね、最後に日本の皆さんの反応を見ましたが、この件についてはね、海外では基本的にそもそもこんなのをね、限定公開しているカラーが悪い。こういった意見がね、ずらっと並んでおりまして、本当ね、このエヴァをテーマに、日本と海外でバチバチやり合ってるというような状況になっています。いやープクタもね、国内外の意見、様々なトピックでね、ウォッチしますが、ここではね、一応日本とアメリカということにしますが、ここまで割れるのはね、バーベンハイマー以来かもしれないですね。あの時もね、日米で、もう完全に意見割れたでしょう。今回はね、もうそのレベルで、もう真正面からね、ぶつかり合っているというような状況になっているようです。ということで本日はですね、ほんと駆け足になりましたが、この後ね、編集間に合わなくなっちゃうとまずいので、この辺で、それではまた明日、通勤通学中にお会いしましょう。